あの、どのように病気を治療するかっていうことを考える前に、どうして病気が起こるんだろうっていうような根本的なことを、考えて、で、ちょうど、20年弱ぐらい経ったんですけど、やはり私たちっていうのはいろんな能力を持って生まれてきてますけど、この能力にも限界があって、あまり真面目に忙しく生きるとついには体は壊れてしまうと思います。あと私たち人間は脳が発達していろんな責任感とかですね、あるいは家族を思いやる心とかあるんですけど、やっぱりこの責任感とか悩みとかもあんまり抱えすぎると破綻するんですね。で、こういう無理して体を壊すとか悩んで体を壊すっていうのは一番簡単なことがですね、あのなんか日本人には抜けてしまっているような気がします。ですからこうなんかですね、まあ何事も体の不調がない時は考えなくてもいいんですけど、やっぱりいろんな不調が出てきたら、自分の生き様はどうなってるんだろうっていうようなことに目を向けてですね、こんな生き方してたら我が身が持たないっていうような感覚を日本人一人一人が持たなくてはダメだと思います。今は医師不足になるほどやたらに病院に駆け込んで病気を治してもらおうと思ってますけど、やっぱり自分の生き様の流過酷さでなった病気を病院の先生に治してもらおうっていうのはちょっと無理がありますね。ですからやっぱり自分の生き様を考える。あれです。具合悪くなってからでも遅くないです。何も悪くない時まで病気のことを考えてるのは研究者ぐらいでいいと思う。で、こうやってですね、私たちが無理したり悩んだりした時、どういう体調が起こってくるかっていうと、それは自律神経のうちの交感神経が刺激される体調になってくるわけです。随分原因は、体の無理と心の悩みは随分原因違いますよね。それでも起こしてくる、症状はよく似てるわけです。それは自律神経のうちの交感神経が刺激される症状。そもそも私たちは日中働いて、で夜は休んで、で疲れを癒して生きてますけど、活動するときは交感神経が働いて脈を増やす、血圧を上げる、血糖を上げるっていうような形で筋肉に酸素と栄養を送り込んで活動するわけです。だけど活動ばかりだと疲れてしまいますから、夕方あたりからは副交感神経の方が働き出して、脈を少なくする、血圧を下げる、血糖を下げるっていうような形でバランスをとってるわけです。だけど先ほどお話しした忙しさに巻き込まれる人、悩みを抱えて苦悩する人は、一日のすごい長い時間が交感神経が刺激される。するといつも脈が多い、いつも血圧が高い、いつも血糖が高いっていうような独特の症状で破綻していくわけです。今日本では心臓に負担がかかってですね、狭心症状が出たり不整脈が出たりする、そういう心臓の病気になった時、日本人はどういう選択をするかというと、病院に行って薬をもらってるんですね。45日前も70歳の女性があれなんです、不整脈が時々出るようになって、で半年ぐらい治療しても変化がない、ますます悪くなって、ペースメーカーを入れる手術を来週に控えてるって言ったんですけど、その時にですね、患者さんの方も病院の先生も生き様のことは一つも考えてなかったんですね。なんかと心臓に負担かかるような生き方してないですかって言ったら、すごく昔頑張ってくれた旦那さんがあれで寝たきりになってですね、すごい献身的なんですね。寝たきりの人にそんなに夜中まで
ベッドのそばに付き添ってね、何か5本って咳がすると起き上がって大丈夫とか、すんごい献身的なんですね。だけどそういう献身さが真夜中まで続くと、これは一日のほとんどが交感神経刺激で生きてるわけですから、心臓に負担がかかる。それが不整脈の原因ですよね。寝たきりで間もなく死ぬ人にそんなに優しくしていいのって感じです、やっぱりまだ少し間がある人の健康も考えないとダメですよね。それと不整脈は止まるわけです。不整脈だって心房の脈拍を作る細胞に血流不足が起こってるんですね。ですから不整脈が出る。病院に行って薬で解決しようっていうのはやっぱり怪しげな世界です。でそうやってですね、みんな病気には原因がある。で真面目な人はバイパス手術までしながら無理続けて心筋梗塞とか、あるいは血管に負担がかかるとくん膜が出血とか脳内出血とか起こすでしょ。やっぱり限界を知らなきゃダメですね。これ以上悩んでもやっぱり悩み事って私もくよくよする悩む怪しげな性格を持ってるんですけど、ほとんどは堂々巡りで悩んでるんですね。解決の足しにほとんどなってないんですよ、悩んだ分が。未熟です。だからそういうやっぱり体を壊す原因をですね追求して、で今自分の考え方とか生活を改善して解決できることだったらそっちで解決しないとやっぱりダメですね。今あれなの、こう胆石症になったり尿管結石とかね、いろんな結石症もありますけど、私たちっていうのは過酷な生き方して血管収縮が強くなって、でついに低体温、顔色が悪くなる低体温が来ると、いろんな代謝産物は体を支えようとして上がるわけです。だから尿酸値も高くなる、コレステロールも高く、みんな血液検査でいろんな異常値が出た時ね、体が失敗してるって考えちゃダメなんですね。やっぱりなんとかプリン体の代謝が早いんで、その代謝産物の尿酸を高めて、であれだ生き延びてるわけですね。コレステロールは副腎必須ホルモンの材料だし、いろんな男性ホルモン女性ホルモンの材料、やっぱりコレステロール高くなるってことはいろんな、身を守るためのホルモンをたくさん作る、あるいは骨を丈夫にするためのビタミン D もコレステロールから作られますから、そういうものをたくさん作る材料として準備して上がってる。やっぱり体が失敗して、異常値が出てるんじゃなくて生き様の過酷さですね。それなのに、目を向けなきゃ。だけどそういうことをやらないで、ただ生き方を変えないで薬で下げるといろんな副作用が出てくるわけです。でそのまま突っ走った時に低体温でそういう代謝産物が不要化起こすんですね。やっぱりいろんな物質は温度依存性に溶解してで体を循環してますから、不要化が起こる。尿酸が不要化すれば痛風だし、コレステロールが不要化すれば胆管結石だし、細胞興奮に使われたカルシウムとリンが不要化すれば尿路結石とかですね、みんな病気は原因があるんですね。ですからそうやって、我が身のを振り返るってことを日本人がしないと、医療費ばっかり使って病人が増えるっていうのはちょうど白川先生が出した表みたいになってとどまるところを知らないって感じですね、今の日本は。目覚めなくてはダメだと思います。で無理することは危険なんですけど、楽するのも結構危険なんですね。私たちっていうのはあれなんですね、
国が豊かになると子供でもお年寄りでもあるいは家庭の主婦でもすごくいろんな肉体労働から解放されるわけです。それと筋肉に負荷がかからない楽ですね。あともう一つリラックスの楽な副交感神経が優位になる原因は私たちの消化管活動がリラックスの副交感神経支配になってるわけです。物を食べればすごく穏やかになりますけど運動不足でたくさんごちそうを食べるっていうような生活がねすごく楽なんですね。でこういう楽な生き方はまず筋肉骨格の丈夫さが維持できないんですごく姿勢が悪かったりいろんな骨格が歪んだりねじれたりですねで疲れやすくなるわけで日常生活がストレスになりますね。無理してもストレスだけど能力低下もストレスなんですね。あともう一つ、危険なのは穏やかすぎる生き方は気迫が湧かなくなるわけです。今日本では血圧は低きゃ低いほどがいいとかですね塩分は目の敵にされるような怪しげな指導が広がってるんですね。だけど本当に困った危険に遭遇された時私たちはそれを乗り越える力は気迫交感神経刺激ですね。血圧も上がらなきゃダメだしあるいは子供だったら友達にいじめられても負けないのはやっぱり交感神経が働いて乗り越えるわけです。お年寄りもそうですね。やっぱりいろんな悩みとか、人生の最後、もう悩むわけです。その時に乗り越える力は血圧ですね。しょっぱいものを食べないと迫力出ないんです。私はあれです。やっぱり講演とかするときに、150や160の血圧で講演したって迫力は出ると思ってないです。やっぱり最低190、理想は200ですね。やっぱりそうでないとね相手に訴える力がないんですよ。人を説得したりするときはね交感神経緊張の力ですね。減塩梅干し食べてる場合じゃないです。やっぱり口が、曲がるようなしょっぱい梅干しを2個食べる、あとは塩辛出たら、隣の分も食べるとかっていうようなそういう工夫してやっぱり気迫も大切だって感覚持たなきゃダメですね。ですから無理も危険楽も危険ですからねよろしく。でこうやって病気の成り立ちがどんどん分かってくるんですけど次に大事なのはですね白血球の働きなんですね。私たちは多細胞生物として進化してで細胞構成する細胞が特殊化していったんでですね体を守る働きはむしろ退化されそれでこの難題をどうやって乗り越えたかというと単細胞生物時代のアメーバ用の細胞を特殊化しないで残して全身に分布させてで身を守ったわけです。で脊椎動物になってから一種類だった防御細胞マクロファージから細菌処理に優れた下流球あとは小さな異物を、接着分子でですね凝集させて無毒化するいわゆる抗体を作るリンパ球を上乗せしたんですね。で血液中の中では私たちは基本のマクロファージは 5%下流球は 60% リンパ球は 35% ぐらいの分布で身を守ってるわけです。この頃日本人はですねなんかインフルエンザが怖いノロウイルスが怖いって言って逃げ回ってるような雰囲気ですけどこういう防御細胞白血球ですねが全身に分布して身を守ってるんで、大丈夫なの、手とか洗ったりする必要もない、まあネバネバしてから洗えばいい普段は洗わない、であれなんですねこの
リンパ球の方は一つの抗原に対して一つのクローンが対応して、でクローンが分布してるんですけど、一回特定の抗原にさらされないとクローンは拡大しないですね。で拡大したクローンは次に感染した抗原に対してはすぐ、十分な数が用意されて立ち上がる。それで2度目はですね、感染の症状をほとんど出さずに治癒に入るんですね。ですからやっぱり子どもはまだいろんな抗原にさらされてないんで、風邪をひいて繰り返して大人の免疫になるわけです。で大人になると、皆さんぐらいの年代になると風邪が流行ってもなかなか効かない。もうほとんどの抗原には免疫ができてますからね。でここのところで大事なのは子どもたちに対するアドバイスですね。やっぱり丈夫な子どもになる、免疫力の高い子どもになるためには、風邪の流行る季節になったら手洗いとうがいは控えめにしましょうって、そうやって言える大人にならなきゃダメですね。まさか子供と一緒に手洗ってるようじゃ未熟な大人ですね。昔はリンゴ食べるときズボンに拭いて食べてたでしょ。それが程よい免疫力アップので、拭くズボンは冬中洗濯はしてません。それが理想の姿ですね。そういうことをよく知って理解しなきゃダメで、私たちの下流球の方はですね、膜上にアドレナリン受容体を持って興奮した生き方してる人は下流球が増えるように調節されてるんですね。一方免疫のリンパ球の方は膜上にアセチルコリン受容体を持って穏やかな生き方した人は免疫力が高いんですよ。で大体、プラスマイナス 5% ぐらいの変動、60プラスマイナス 5%、35プラスマイナス 5% ぐらいは生理的な、変動の範囲なんですけど、私たちがあまりにも無理が続くとか、あまりにも不活発だっていうような自律神経の偏りが出るとですね、下流球過剰とかリンパ球過剰で苦しむようになるわけです。ですから、無理した人、大量の下流球が骨髄で作られて、小血に出て常在細菌の住み着いている消化管の粘膜とか皮膚の毛根ですね、ここら辺に押しかける。そこで炎症を起こすわけです。ですから歯周病とかですね、吹き出物とかってやっぱり無理した後に吹き出物が出るでしょ。そういう独特のですね謎があるんですね。で上から行くと忙しい人は歯周病でしょ、ヴィラン性の胃炎、胃潰瘍、クローン病、潰瘍性大腸炎、女性だったら子宮内膜症とか卵巣脳腫ですね。ここら辺の下流球の過剰の病気は、行き過ぎた時、悪化した時、膿が噴き出すって共通点があるんですね。やっぱり下流球は細菌と反応して膿を作る細胞ですから、それが子孫膿漏とかですねなってたわけです。一方日本のように国が豊かになると子どもたちは外で遊ばない、甘いものでもジュースでも好きなだけ口に入る。これは穏やかなリンパ球過剰の世界を招くわけです。すると何が起こるかというと、あれですね、いろんな物質に過敏になったり、物理化学的な刺激に過敏になる。それがハウスダストに過敏になったのがアトピー性皮膚炎、気管支喘息、あとはあれですね、花粉とか、あるいは物理化学的な刺激、紫外線とか金属イオンとかですね、いろんな過敏が出てくるわけです。精神的なものに対する過敏でも出てくるのがジンマシンですね。辛い目にあった時起こるアレルギー反応がジンマシンなの。ジンマシンって言って繰り返すようだったら辛い目に遭ってるの。誰かが辛い目に合わせてるの。探り合ってないとダメです。そうやって原因を根本的に除いて解決する。ですから今の子どもたちはですね、やっぱりいろんな、病気で過敏になる病気が多いんですね。
ワクチンなんかもいろんな化学物質入ってますから、昔よりも今の子供の方が圧倒的に害は出ますね。うん、アルミニウムとかはあれなんだ、単独で打っただけでもネズミとかに関節炎を起こすほど、あとは脳脊髄炎ですね。もう動物実験でそうやって病気を起こすために使われるアジュバンと、ああいう、子宮頸がんワクチンとかに入れてるんで危険がいっぱいなんですね。聞いただけで震え上がるような怖さですよ。うん、ですからやっぱりそういう不自然な世界は危険なんね。うん、特にワクチンの場合はなんでそういう無理やりアジュバント入れて免疫を高めるかというと、そもそも不完全なものを弱毒化したものを打つんでですね、強い免疫が成立しないんですね、ワクチンでは。ですから本物にかからなきゃダメなの。うん、インフルエンザよ来い、ノロウイルスよ来いって本物にかからなきゃダメ。うん、やっぱり私なんかは講演でノロウイルスの話もするわけですから、やっぱり自分でもかかっておかなきゃ恥ずかしいなと思って、ちゃんとかかってますよ、4年前に。うん、やっぱりちょっとあれですね、いろんなウイルスでも細菌でも繁殖するようにちょっと室温で1週間ぐらい放っておいてから食べればいいんだよ。ずっと感染できるでしょ。でああいう下痢とかの辛い症状はね、やっぱりそれまで溜まってた宿便でも出してくれるんで、やっぱり1年に1、2回大風邪ひいたり下痢したりするのはむしろ好ましいことですね。うん、やってみてください。あと私たちリンパ球過剰の過敏さはですね、遺伝的にも決まってるんですね。色白でおしとやかな人はすごくリンパ球が多くてですね、遺伝的に多くて物事に物質に過敏になる。すると20代の色白な女性が紫外線浴びてですね、でこういう、頬の真皮が破壊されて核が出る。で核に対する自己抗体が出る。それが膠原病 SLE ですね。ですから SLE は原因不明の難病じゃなくて、色白体質の女性が強い日差しを浴びて発症している病気なんですね。じゃあリウマチは何かというと、リウマチは重力のストレスの病気なんですね。30代40代の色白な女性が立ち仕事を続けるわけです。すると体重の負荷が膝の関節に滑膜の損傷が起こるんですね。でその自己抗体ができて、こういう自己抗体が手指の敏感な動きの関節を鈍くする朝のこわばりですね。ですからあれです、美容師さんとかね、長時間立つ仕事でリウマチになっていくんですね。ですからあれです、もし美容師さんになりたてだったらね、あんまり繁盛する美容院に勤めなきゃいい。繁盛しない美容院に勤めるといつまでも座って待ってるんでね、病気知らずですよ。こういう工夫も必要ですね。うん、ただ忙しくて働けばいいってほど単純でないですね。うん、で最後に残された難題ががんの問題でしょ。がんの謎も解いたんですよ、6年前に。うん、いろいろ見つけてる割にはあんまり褒められないで一致欠点ですけど、がんの謎を解くには、午前中に言ったあれなんですね、エネルギー生成の問題を導入しないと謎が解けなかったわけです。私たちっていうのは一つの生き物のように見ますけど、そもそも無酸素の地球で、酸素なしにエネルギーを食べ物からエネルギー6単糖のブドウ糖を3単糖の乳酸に分解する形で解糖系って方法でエネルギーを取って、で単細胞のまま分裂してるっていうのが一番反映した生命体の姿だったわけです。で同時並行で太陽の光を使って
糖を合成する光合成細菌が進化で生まれて、でその進化の流れの中で酸素を放出するものが現れてですね、地球に初めて酸素が溜まってきたんですね。でこの危険な酸素のために我々の古い先祖は生きづらくなってたんですけど、危険な酸素を、使って効率よくエネルギー ATP を作るですね、ミトコンドリアが進化で生まれたわけです。で我々の古い先祖の使い終わった乳酸を安定した餌にしようとして寄生を繰り返したんですね。ところが我々の古い先祖は分裂が早いためにミトコンドリアは入っても希釈されるっていうような難点があって、なかなかですね安定した寄生関係が成功しなかったわけです。で大体8億年ぐらいかかって今から12億年前にですねきちんとした共生関係ができた。でそこのとこで起こったことは、ミトコンドリアが分裂抑制遺伝子を持ち込んで我々の古い先祖の分裂を止めるとか遅くする、そういうことで希釈されずになった、そういういきさつがあるんですね。でその名残は今でも残っていて、私たちの体の中で、ミトコンドリアの多い細胞は分裂できないんですね。分裂が許されているのはミトコンドリアの少ない細胞だけです。じゃあミトコンドリアの多い細胞は、どういう細胞かというと、筋肉では赤みを帯びた筋肉ですね、骨格筋のうちの接筋、心筋とか横隔膜、ほとんど休みなく動ける有酸素で、あともう一つ、ミトコンドリアが多いのが脳神経、脳の神経ですね、ニューロンですね。私たち息が止まると真っ先に脳がやられますけど、ミトコンドリアが多いからなんですね。でここら辺が分裂できない。だいたい3歳ぐらいまでに分裂が終わって、あと一生大事に使い続ける細胞なわけです。ですから脳梗塞とか心筋梗塞を起こすとダメージがひどいんですね。障害が後輩の時は死ぬこともあるわけです。一方ミトコンドリアが少ないのは皮膚の細胞、腸の上皮骨髄細胞ですね。あとは子供の時は解糖系中心で生きるんで全身の細胞が分裂する時期、これが分裂の世界で、一番ミトコンドリア少ないのはですね、圧倒的に男性の精子ですね。で精子はせいぜい1細胞あたりのミトコンドリア数が200以下ぐらいですから分裂が許されてるわけです。で解糖系の特徴は無酸素と同時に5度低い32度から33度ぐらいが指摘温度なんですね。ですから分裂を促すためには寒さにさらされなきゃダメなわけです。股間を冷やさないと精子は増えない。皮膚を熱くするには寒さにさらされない。ストーブにばっかり当たってるとね、皮膚がペラペラになるんですよ。私この理論6年前の1月10日真夜中の2時に気がついたんですけど、なんで気がついたかというと、その頃、人に健康法だと思って湯たんぽを勧めてたんですね。で人に勧めていいって言ってるから自分も使おうと思って湯たんぽを毎日冬入れてもらってね使って12月1月、そしたら何が気がついたかというと、なんか皮膚が薄くなってるのに気がついたんですね。温めすぎると分裂は遅れるわけです。だから秋田県とかで生ハゲってあるのはね、怠け者を剥ぐって意味で、炉端に当たってばっかりいると皮膚が薄くなってね、あれなの低温やけどまで進んで皮膚が取れちゃうんですね。それでちゃんと子供、日にばっかり当たってる子供はいないか、ガオって、そうやって脅かすわけですね。それと子供たちは、ちゃんと外で遊ぶよって言って丈夫になる。で寒さにさらされると分裂も促進するって感じ、そういう流れで、新潟では新婚のお婿さんをね雪に放り投げるお祭りがあるんですね。岩手県の水沢では年頃の若者を裸にする村民祭ですね。
みんなね、子孫繁栄のお祭りなんですね。日本人っていうのは解糖系とミトコンドリア系勉強しないくせに、もうどうやれば子孫が繁栄するかとかみんな分かってるんですね、勘で。うん、ですから皆さんもね、あれだ、大体病気になるとかならないよ、そういう極限の世界はなんですね、自分の感性でたどりつかなきゃダメです。うん、ぼんやりしてる場合でもないですよ。うん、そうやって身を守らなきゃダメですね。うん、でそうやって私たちはですね、一つの生き物なのに二つのエネルギーの作り方を持って、でこれがね、大体生化学の授業でその解糖系とミトコンドリア系は習うんですよ。ところが同じ最終的に ATP 作るんで全く共有できると思ってるんですね。こっちで作ったのもエネルギーだし、こっちで作る。ところがですね、やっぱりこっちの解糖系で作ったのはあれですね、筋肉でいうと白筋の瞬発力でしょ。うん、ミトコンドリアは鉄分子を使ってるんで、鉄が多いと赤く見える。で筋肉ではミトコンドリアの少ない筋肉は白く見えるんで白筋ですね。こっちはと持続力の有酸素の持続力の筋肉は赤く見えるわけで、あとは細胞の分裂の抑制だって、100メートル競争とか200メートル競争、スピードを上げるには呼吸止めないとね、スピードが上がらない。あとスピード車の水着でなんで短距離だけ、成績が上がってるんですね。やっぱり締め付ける水着で循環を抑制するとね、酸素不足に陥るんですね。それと瞬発力にはプラス、うん、そうやってね、使い道が違うっていうのに気がついたんですよ。湯たんぽ抱えて、で気がついたの。もうその日から湯たんぽやめました。自分体は低体温でないし温まってるんで蹴飛ばして、でそれで理論だけは気がついたんですね。でもっと驚いたのは、子供から大人からお年寄りに、年齢を重ねるに従って解糖系優位で始まって1対1の調和の時代、大人で解糖系が縮小してお年寄りになるとね、ミトコンドリアで生きるっていうような、そういうシフト現象を見つけたんだ。これはね、今年になってから英文で書いてアクセプトされたんですね、通ったんですね。ですから今年もんとあれです、新しい英語の論文通りましたけど、これをのシフト減少する知ると、子どもの健康法、お年寄りの健康法、あとはがんの問題、みんな解決できたんですよ。子どもは解糖系で始まるんで、元気よく瞬発力を発揮して元気よく遊ぶんですね。ところが乳酸が溜まってしまうんで長く続きしないっていうのが子どもの遊び方なので、解糖系は分裂ですから、特定の場所だけでなくて全身の細胞が分裂する。でその時は、ブドウ糖一分子から、作られる ATP は解糖系では二分子の ATP なんですね。ところがミトコンドリア系は36分子の ATP、 18倍のエネルギー効率の差がある。それと子どもたちは10時のおやつ、3時のおやつ、伸び盛りの子どもがやたらにお腹すかして夜食食べたりね、頻繁に糖を使う補給する時代ですね。で解糖系は糖しか使えない。こっちミトコンドリア系はこっちが使い終わった糖を 50%、 残りは脂肪ですね。長距離マラソンとかやってるとやたらに痩せこけてきますけど、こっちは脂肪も燃焼させるんでね、長距離を趣味にすると痩せこけてくるんで、大人になると、成長は止まって3食で良くなる時代ですね。でお年寄りになると解糖系が縮小して、で機敏な動作が苦手になって衰えて
持続力は残るって感じですね。でミトコンドリアをね鍛えると数が増える特徴があるんですね。で鍛える場所っていうのは筋肉の接近と脳神経ですからね。ですから体を動かすことと頭を使うことがねミトコンドリアの数を増やしたり維持するための条件になってるんですね。ですからお年寄りになってぼんやりしてるとミトコンドリアが少なくなって体ももうそろそろしまい時だと思って死ぬわけです。ところが運動したり頭使ってるとねあれまだ生きるのかっていうような反応が起こってね生き続けれるんですね。そういう独特ののがお年寄りのさでエネルギー効率が、あれなんです、いいんでね小食が健康法になってくるんですね。やっぱり70、80になるとだんだん小食になる。60代でもラーメン大好きだった人がそばでいいとか上に具の乗ってない方がいいなってそういう独特のねのが健康法になるわけで我々は1対1の調和の時代に一番最初に使ったように言ったようにやたらに忙しくするいろんな精神的な重圧に押しつぶされる交感神経緊張になれば血管収縮でこの時は低体温低酸素高血糖ですね。私たちっていうのは強いストレスを浴びると低体温低酸素高血糖になるんですね。だけどこれも体の失敗でないの。顔色が悪くなっても体の失敗でないんですよ。本当に体は巧妙にできてますね。じゃあなんだかこれは瞬発力の解凍系には最高の条件ですからね顔色が青ざめるのは。それと野生動物だったら天敵をやっつけるとか草食動物だったら、肉食動物の追跡を振り切るとか瞬発力には最高の条件。ただ人間の場合は自分の大脳新皮質で無理を続けるわけです。生理的に本当に必要な時に一過性に使えばいいんですけど人間が真面目さで頑張る。それと一番負荷のかかった場所に低体温低酸素が来るわけでしょ。それとそもそもミトコンドリアが少なくて分裂している細胞の中からこの悪化した内部環境に適応するにはもっとミトコンドリアを削る適応現象を起こせばいいわけです。私たちというのは辛い目に遭うと髪の毛が抜けたり歯が抜けたり進化した臓器を削る反応を起こして基本に戻って生き延びるんですね。その基本に戻る一番の原点がミトコンドリアを減らす適応現象。20億年前12億年前の先祖細胞に戻れば低酸素でも生きれるわけですからね。それが発がんの仕組みだったんですね。ですからがんは遺伝子の失敗じゃなくてがんでさえ遺伝子の体の失敗でなかったわけです。いわゆる過酷な内部環境に適応する反応ですね。ですからやっぱりがんを自分で治す人、今先生方でもいい結果出してる人たちはやっぱり基本的には体を温め過酷な生き方をやめて体を温めること深呼吸することですね。あとは最終的に攻撃して、がん細胞を消滅させるのは自己応答性のある腸管免疫ですから腸管の内部環境を良くして便秘とか下痢とかの乱れをなくして腐敗臭のない便になってリンパ球を育てる。でそうやってあれですがんも消えるわけです。特に顔色が良くなった人はもうがんは分裂してないよって言えるぐらいですね本当に顔色がいい状態ではがんは痕跡として影に映っても分裂はしてないですね。まあ破壊された組織は修復には時間かかりますから本当に影が切るのには2年とか4年もかかることも多いですけど基本的にはがんは顔色が良くなるとがんは分裂してないですね。こうやってですねいろんな
仕組みを理解すれば、ストレスの反応さえ体の失敗でないって、ある意味では人間の仕組みっていうのは、我々の考えは怪しげだけど、体自体は巧妙で、すごい間違いを起こさない世界ですね。あとお年寄りがやたらに血圧の薬飲んでますけど、白川先生がスライドで言ったようにね、大体血圧っていうのは性格と同じようにバリバリした性格の人は高めに出るし、おしとやかな人は低くて、そう簡単にね、高いのがいいとか低いのが悪いとかっていうのは筋合いの世界でないんですね。一番いいのはね、血圧測らないのがいいです。やっぱり押し入れにしまっておいて、事切れた時測ってもらえばいい。どうもご清聴ありがとうございます。